ありすぎて迷っちゃいますね。60万ですか？なんかシムとかかまして。そうですね。高さの調整します。いやすごいな。キサゲもやってるんですか？どうもなんとかじゅうこです。今回は群馬県館林市にある株式会社小林機械さんにとある工作機械を買いにやってきました。中古機械がね山のようにあるらしいんで、お目当ての機械を探しに行きたいと思います。まず1つ目の建屋に入ってきました。全部で4棟あるらしくてでかっ。今ちらっと見ましたけどクソでかいじゃないですか。これ工場じゃないですからね。工場じゃなくて中古機械なんですよね。そうですね、全部中古機械です。これどれぐらいの広さなんですか全部で。6500坪。6500坪。全然わかんないですけど、まあすごい大量にあると。はい、何の建屋になるんですか？一応 NC フライスと、NC 旋盤。NC フライスと NC 旋盤の建屋。また他にもいろんな建屋があってそれぞれ分かれてると。そうですね。すごいな、これ端が見えないんだけどいきなりでかいマシニングがあったり、うわーすごいな。旋盤も長い旋盤があったりしますね。あ、これは NC 旋盤ですね。これも旋盤、汎用旋盤っぽいですけど一応 NC がついた簡易型 NC 旋盤ですね。224万円。ちょっと安いのか高いのか分かんないですけど多分安いんですよね。すごいな。このでかさですかね。これ10尺とか12尺とかそれぐらいかな。でかい。こちらには、NC フライスがあると。マジっすかこれ。60万っすか？これなんで安いんですか？見切り価格でやらさせていただいて。もうパンパンすぎて入らないみたいな。そうですね。ああ、いやもう明らかに多すぎますもんね機械が。はい。いいな。ちょっとありですね。60万。安っ。もうなんかすごいですね数が。しかもめっちゃ状態良くないですか？そうですね。綺麗ですよね。はい。綺麗なやつを選んで下取りしてるとかですか？基本的に仕入れて、はい、仕上げる、お客さんに見せられるように仕上げるっていうふうにやらさせてもらってます。社内でこう整備したり掃除したりみたいなことをされてる。結構入れ替わり激しいんですか？入れ替わり、そうですね。うちの方で仕入れして、出荷するっていうんで、それなりに動きがあってって形ですね。何台ぐらいあるんですか？その小林機械さん全体で。小林、とりあえずここの本庄倉庫でいうとしたら1000台。1000台。はい。1000台。はい。いやーすごい本当に言葉が出ない。なんかあっちはちょっと NC 旋盤があったりとか。あれ滝沢のタックだ。これ僕欲しかったんだよな。タックシリーズ半自動旋盤みたいな言ったりしますよね。そうですね。結構有名なやつですごい使いやすいって僕の知り合いもね使ってますよ。さすがにな。でかいよな。置けないな。いやーいいっすね。ありがとうございます。いや本当にいっぱいありすぎて迷っちゃいますね。NC フライス買いに来たってなっても本当にどれにしようかでもう一期一会というかそれしかないですもんね。そうですね。やっぱりお客さんにニーズに合わせたもので皆さん違うんで。こことかもバラされてますけど、なんでバラされてるんですか？一応この機械がもう出荷前っていうことで出荷の段取りって形でバラしをしてトラックに乗せて走る。運んでってことですね。はい。組んだままだとでかすぎて運べないから、一時的にバラしてると。はい。はあ、なるほど。そういった据え付けなんかもやられてるんですか？そうですね。据え付けまでやらさせていただいてって形ですね。わかるかなこのサイズ感。めっちゃでかい。いやすごい。であっちが結構 NC 旋盤いっぱい置いてある感じなんですかね。そうですね。ちょうど機械が入荷して試運転している様子を見せてくれそうなんでお願いします。森世紀の NLX2000 っていうタイプの試運転をさせていただきます。複合旋盤ですね。そうですね。複合のタイプになってます。はい。で
弊社の場合プログラミングをするときに、暖気運転的な動きで、案内してますんで、ちょっと一通りの動きをご確認ください。Z 軸がこう動いて戻って、この時に何を確認されてるんですか？Z 軸で異音がないかっていうようなことです。異音がないか。これは X 軸の動きになります。ガタつきだったりとかですね。でこれで刃物台の割り出しを、タレットが今、これダメな機械とかってすぐ分かるんですか？音とかで。そうですね。もうベアリングの消耗が激しいものですと結構かなり異音が大きいですね。あ、こっちも回ってますね今。はい。これが回転工具で、スピンドルの方も割り出ししながらの。あ、本当だ。でこれが同時3軸で動いてるって感じです。状態はいい機械ってことですね。そうですね。でここから精度チェックだったりそういうのに入っていくみたいな。そんな感じです。なるほど。これはなんだ？一応この中で塗装ブースですか？へえ。あ、もう社内で仕入れた機械を塗装し直したりもするんですか？そうですね。ちょっとしたお色直しみたいな形で。ちょっと中は結構綺麗だけど外装があんまり汚くなってるとちょっと購入するときにあれなんで綺麗にしとこうみたいな感じ。そうですね。せっかく入れるんだったら綺麗に。それどういう基準でやるんですか？全部やってたら大変じゃないですか。そうですね。お客さんからの依頼だとか。依頼でもできるんですね。はい。へえ。あ、それいいですね。じゃあ注文でこれちょっとピンク色にしてくれとか。そうでも可能です。いけるんですか？へえ、すげえ。で今は下地処理ですか？そうですね。こう今古い塗装を剥がしてきれいにしてからまた塗り直すと。はい。これはプレス機ですか？そうですね。でかい。塗るのも大変そうですね。結構時間かかるみたいで。ここトイレですか？なんでこんなめっちゃ綺麗。すごっ。ちょっと失礼します。ここの建屋は何ですか？一応こちらの方が、板金と、あとオーバーホール。オーバーホール、はい、機械のバラして組み立てるみたいなところ。そうですね。精度修正。もうここでやってるんですね。そうですね。また広いですね。すごすぎないこれ。はい。ずらーっと板金の、プレスブレーキですね。そうですね。僕が手作りしたやつとは全然違うな。浜田さんの。はい。塗装綺麗ですねこれ。そうですね。先ほど塗装ブースで塗ったやつですか？これはその塗った機械になります。一回剥がして塗り直したやつ。はい。めちゃくちゃ綺麗。これ色も純正の色なんですか？はい。すごっ。もう本当新品同様に見えちゃいますね。そうですね。すごい。で当然他の外観だけじゃなくて内部的なこともちゃんとチェックしてると。はい。なるほど。いや安心して購入できるな。そうですね。すげえ。めちゃくちゃ奥にもいっぱいありますからね。これまたでっかい機械がすごい。ごめんなさい。これ、売り物じゃないんです。売り物じゃないですか？はい。これじゃあ何してるんですか？今うちの機械の在庫の機械をばらして修正。削って面を出してる。そうですね。そういうことなんですね。はい。売り物じゃないのか。はい。でもここまでやるんですか？そうですね。一応こちらで、ちょっと試しにじゃあ今ちょうど削るところであるので、はい、お願いします。ちょっと削らさせてもらいます。今ちょっとそこを削らせていただいて、でまたちょっと違う別のベッド鍵盤の方に乗せて加工するところですね。これも元は中古で入った機械なんですけどね、この大きい機械も。そうですね。で自社の設備として使用していると。はい。あれですか、マシニングのテーブルも研磨してるんですか？そうですね。これもともとそのテーブルの上にサブテーブルが乗ってまして、でちょうど裏側が錆びても面が出てない状態なので、こんな感じでベッド研磨機にかけて削ってますね。一回こうばらしてからそうですね。乗せて削ってると、ここまでやるんですね。
そうですね。すごい。やっぱ見た目結構大事ですので。見た目もそうですし、精度にも結構関わってくると思うので、そうですねはいここは。これすごいですね。ここまでやってる会社さんあんまりなさそうな。いやすごいな。結構ばらされてますけど、オーバーホールですか？まあオーバーホールまではいかないんですけども、まあ修道面を研磨して修正するという形でちょっと精度を見てた時になんか良くないところがあったので一度ばらしているような感じです。そうですね。はい。なるほど。具体的にどんな感じで？一応これでサドルとはい。刃物台を下ろしてます。あ、下ろしてあるんですか？はい。あ、これか。なんか初めて見るな、この部分だけっていうのは。そうですね。あんまり見ないと思います。これどんな感じで修正していくんですか？ですね、これの上にタレットというものが乗るんですが、これですね、刃物台ですね。でまあこれをばらして、はい、まあここが修道面になるんですけども、はい、こことこの下側ですね。はい、でこれまあ下ろして、であそこにある研磨機で研磨して、あ、さっきの機械でそうです。それで研磨をかけてます。あ、もうやった後ですか？そうですね。でこれからカミソリ調整とか入ります。はい。カミソリ調整。まあギブとも言いますけど。はいはいはい。で、あれはタレット。これがタレットですね。タレットも何か調整とかされるんですか？まあこれから掃除してここの高さを調整します。で、まあライナーとかっていうのがあるんですけども。シムとかかまして。そうですね。高さの調整します。いやすごいな。なんでできるんですか？もともとそういうことをやられてたみたいな。まあ前に少しやってたことはあります。はい、僕がよく不思議に思うのが、いろんな機械あるわけじゃないですか。メーカーも違えば機械も違えば、はい、ある程度知識があればできるもんなんですか？まあ軸の動きとしては XYZ、大体同じなんで、まあそれの応用ですかね。調整の仕方はちょっと違うとか。そうですね。はい。いやすごい、ここまでバラすんですね。そうですね。すげえ。何これ。すごい。怖い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 っす。マジっすか？ここは汎用機ですか？そうですね。汎用フライス、旋盤、あと研磨機とラジアルとか、はい、置いてあります。ボール盤関連。ボール盤、はい。うわ、すごい。異様な光景ですね。すごい数ですね。そうですね。全国から集まってきてるわけですよね。そうですね。いやもう怖いって本当に。全部一緒に見えるけど、ちょっとずつ仕様が違ったりメーカーが違ったりしますもんね。そうですね。うわー、すげえ。こういうデジタルスケールがついてる機械もあればついてないやつ。送りがあるないとか、主軸が掛け替えとかインバーターとか。ああ、そうですね。うわ、すごい。あっちボール盤とかですか？そうですね。直立ボール盤とラジアル、はい。いや、ラジアルいかついな。これいくらだと思います？これですか？はい。なんとなく感覚で。割となんか綺麗そうに見えますけどね。150万とかですか？30万です。30万？はい。30万？見切り品っていう形で。壊れてるとか？壊れてはないですね。壊れてないですか？はい。30万ですか？そうですね。長期在庫の関係と。在庫も見てるといっぱいなんで。そうですよね。30万？お買い得だと思います。めちゃくちゃ得ですね。やば。ここは旋盤コーナーですね。汎用旋盤。そうです。すっごい数だな。小さいものから長いものまで。いや結構汎用機多いかなって思ったんですけど、はい、需要ってどうなんですか？NC が今主流なんですけど、まだまだ汎用機も需要あります。そうですよね。汎用でしかできない仕事も当然あるんで、そうですね。なくなりはしないですよね。でも逆に貴重になってきてるはずなんで、そうですね。欲しい方は今のうちに程度のいいやつを確保しておくとかも結構大事になってきそうな。そうですね。できる人もいないですからね。はい。結構どんどんやっぱ減ってきてますよね。はい。いやすっご。
あ、これ大熊だ。これも一時期ちょっとだけ使ってましたね。ああ、これブレーキないですよね。ブレーキオプションなんですよ。あ、これはついてて、オプションなんだ。はいついてるこれレアじゃないですか。なんか勤めてた時、会社員時代ついてなくて、はいはいはい、止めるのに一瞬基本はそうですね、逆転入れてみたいな。昔の職人さんはみんなそうですもんね。結構それが難しいんですよね。いや、このサイズの旋盤初めて見ます。なかなかないですね。ないですよね。勤めてたところでも400、500倍ぐらいまでだったかな。これ1メーターぐらいですか。そうですね。1500、200とか。正面旋盤。怖っ。恐怖を感じますね、このサイズ。ワークセットするのも命がけですよね。そうですね。クレーン使って、で締め忘れてたりしたり。はい。芯出しもありますし。事故でしょ。やば。人回せますもんね。人チェッキングして。怖いって。こういうのっていくらぐらいするんですか。全くこれ400万ぐらいですかね。400ぐらいですか。はい、思ったより安いな。いや、怖い。絶対使いたくないけど。これこそ使える人がどんどん本です当によね。数少ないと思いますね。いや、怖っ。なんか海外の動画で足で刃物台回してる、刃物台に人が乗るぐらいの旋盤。中国ですか。いや、なんかヨーロッパ系だったと思うんですけど、そんなのは見ましたけど、でもこれでも十分恐怖感あるな。広っ。これ本当に中古機械なんですか。そうです。天井すごく高くないですか。そうですね。機械を飛ばすためにこのように高さを。クレーンでこう、はい、移動させたりする時のために。なんか船作れそうなぐらい天井高いし広い。でいきなりドンとあるのが片堀放電ですか。牧野フライスさんの。そうですね。牧野の片堀放電。でかいですね。そうです。かなり大きいサイズで、ツールチェンジとかできるようなセットでなってます。これおいくらぐらいですか。これが1500ぐらいですね。おお、すごい綺麗ですね。いきなりでかい。そしてマシニング森誠樹さんの三軸マシニングセンターですね。精度測定検査表があるんですか。はい、ちょっとうちの方では、精度測定して、テストバー、あと角マスとか置いて、測定して販売。中古機械ただ買うよりはこうやって精度保証してあるものの方がお客さんとしては安心できますもんね。そうですね。はい。すごいな。でロータリー平剣があってマシングがあって、これ綺麗ですね。そうですね。これはうちで販売してオーバーホールしてる機械なんですけど、オーバーホール。はい。市川っていうもうメーカー自体はないですけど、かなり人気ある機械の一つですね。もう全部ばらして塗装し直してっていうことですか。そうですね。はい。めっちゃ大変じゃないですか。かなり時間はかけてやってます。はい。そんぐらい価値のあるものだったと。はい。マシニングめっちゃたくさんありますね。そうですね。だいたいうちが150から200ぐらい在庫してるような感じですね。すげえ。結構いろいろな年式のものだったりメーカーだったりがあるんですね。そうですね。やっぱりお客さんもいいものはもちろん欲しいですけど、古くて安いものを欲しがるお客さんももちろんいますので、そのニーズに合わせて常時は置いてあります。設備の更新だったりのタイミングで買い替えて出てくるものだからもう一定ものですよね。そうですね。なんかこういうの昔使ってたな、こういうタイプのやつ。ちょっとメーカーとか違うんですけど、やたら綺麗ですね。はい、これはちょっと新品の機械になります。新品なんですね。はい、ちょっとオーダーっていうところが代理店になってまして、国産メーカーの機械の大体半額ぐらいなイメージ。半額ぐらいで、安いんですね。ファイバーレーザーですよね。そうですね。はい。早すぎ。それ熱くないんですか。熱くないです。きれい。きれい。すごい切れ味。これステンレスですか。鉄ですか。ステンレス。ステンレス。1.5 ミリで。1.5ミリ。きれい。こんな分厚いのも切れるんですか。はい。これで25とか30これが30ですね。30。すげえ。
はい、こういった形で、切削液を出しながら回転させて、細い今はコンマ1ですかね、1ミリの穴を開けてスタート点を開けるっていう形になります。初めて見たかもしれないです。あ、本当ですか。線香花火みたいですね。あ、そうですね。線香花火みたいな形で、こうスパークさせながら穴を開けていくっていう形になります。よく仕事でタップ折れちゃって、はい、協力工場に取ってもらったりしたんで、これだったんですね。あ、そうです。こういう形、この形になりますね。はい、これはもう販売されてるんですよね。そうです。一応もううちでは必ず動作の確認を終えて、お客さんに安心させてもらうために、こういった形でお客さんに見てもらって実際に決めてもらうっていう。なるほどなるほど。ここまでやるんですね。はい。水も張ってテスト加工も。はい。これはかなり安心できますよね。はい。まあワイヤーちゃんと使ったことないんであれですけど、結構複雑じゃないですか。こういう線の動きとか、はい、ちょっとした摩耗とかでなんか不具合起きちゃいそうなんで、そうですね、ここまでチェックしてもらえるとありがたいですね。はい、いっぱいあるな、しかし。そうですね。もう常に回転率でもう出てっては入ってくれっていう形になってますね。今うちの方で、はい、入荷してから一旦精度の方を測らせてもらってるんですよ。まず最初の状態、はい、最初の状態、精度を測って、精度が悪いのでばらしてみたら一応リニアがこういう前面ガタガタな状態で、結構ひどいですね。ひどいですよね。なんで一応うちの方で新品のリニアガイドに交換の方をさせてもらって今精度出しをやってるところですね。交換した後のこの平行出しとかですよね。はい、平行出して精度を基準値に入れるっていう作業を行ってます。なかなか大変じゃないですか、ここまでばらすの。そうですね。もともとが汚いので、一応掃除しながら一つ一つ丁寧にやっていってますので。なるほど。はい、すごいなこれ。こんなロボドリルの状態初めて見ました。木下げもやってるんですか？そうですね。中華さんでは普通、ここまでやってるところなかなか少ないと思いますけど。いや、聞いたことないです僕も。中古をそのままうちは販売するんじゃなくて、精度を測って、悪いところを見つけて、そこを修正してお客さんの方に販売するっていう方法を取ってますので、そこの中でやっぱ木下げも出てくる。すごい手間も時間もかかるんで大変だと思うんですけど、これはすごいですね。ここ高温室になってて、はい、測定器がずらっと並んでます。結構3次元測定器なんかも中古で出てくるんですか？そうですね、とても多く出てます。はい、でも正直測定具の中古って不安があるとは思うんですけど、そこら辺ってちゃんとチェックされて、はい、問題ない状態で販売されてる。そうですね、チェックもそうですし、はい、納品先のお客様の場所でメーカーさんを呼んで、結局最終的に構成作業っていうのをやっていただくので。そうなんですね。メーカーさん呼ぶんですね。はい。別途費用は発生するんですけど、じゃあ別に安心して使えるっていう、そうですね。はい。でこれがマニュアル式の3次元測定器。はい。で776、ミスチョさんの機械なんですけど、X700、Y700、Z が600。あ、そういう意味なんだ。はい。結構でかいですね。そうですね。おいくらぐらいですか？大体ですけど、200万。200万ですか？はい。安っ。結構綺麗ですよね。測定器なんで汚れるってことはめったにないと思うんですけど、それでも状態めちゃくちゃいいですもんね。かなり綺麗で。はい。で、そっちの梱包してあるのとかは？こちらは現場から実際に持ってきたばっかりなんですけど、ああ、そうなんです。はい。こちら東京精密さんで、はい、メーカー様に固定作業出荷準備をしていただいた機械になります。これは自動で、はい、これは自動機ですね。高いですか？ちょっと。なんでって思われるかもしれないですけど、こちらも200万ぐらいです。はい。ちょっとちっちゃいから。小ささとあとは年式の関係とかオプションとかいろいろあるんですけど。はい。測定器200万とかで買えちゃうんですね。このサイズで。そうですね。このぐらいであれば販売してます。いや、他にもねたくさんあるんで、気になった方はぜひ。僕が今回購入する機械は、ここは何ですか？ここは工具とか、ボール板
とかコンプレッサーだったり小型機小型機を展示してるスペースになります。結構すごい量ですね。ガチ選びしてもいいですか？もちろんですちょっとすごい BT50 とかかなこれ。そうですね。BT50、40、30。それ動くんですか？そうです。これ可動式のラックで。すげえ。いやいいのありましたよ。